さあ、それはまあそうとしましょう。もう一つね、あなたの体がね、そういう仏の素晴らしい体だということと、その他にまだ素晴らしい体だということをもう一遍方向を変えて言ってみましょうかね。あなたたちは皆さんどこでお生まれになったんです？おそらく故郷でお生まれになったんだと私は思います。故郷のない人はほとんどいません。これはね、みんな故郷があるんです。その故郷は皆さんにとって現在いいですか悪いですか、どうでしょう。いい故郷だと思いますか、悪い故郷だと思いますかね。あなたたちはその故郷をあなたたちが作ったんじゃないんですよ。あなたたちは先祖さんになる過程なんです。あなたたちはね、これからあなたたちが死ぬと先祖さんの仲間になるんだけどもね、今はあなたたちそれを借りてるだけだね。その故郷はね、誰が作ったかと言いますと、お父さんお母さん、死んだお父さんお母さん、その前のおじいさんおばあさん、まだまだ前のおじいさんおばあさん、ずーっと10代も100代も1000代も前のその一番先の先祖さん、その先祖さんがあなたたちのこの素晴らしい故郷を貸してやらんなと思って一生懸命になって努力して作ってくださった。その時のエネルギー、これを知性と言ってもいいと思いますね。この知性がね、その第一番目の先祖さんからね、ずーっと続いてね、今あなたたちの体の中にね、続々と音を立てて溜めてるんですよ、その血液が。いいですか？そんなこと考えたことありますかな？とんでもない体なんです。あなたたちの体は素晴らしい体です。人間なんてくだらんもんだなと思うんじゃありませんよ。こんな素晴らしいものありませんよ。仏だ。その上に先祖のそれをどんどんと自分たちもよくしていかなきゃならん知性がこの中に溜めてるんですからね。これはすごい体です。皆さんそう思ってくださいよ。これを私の今この話を聞いたら、今までそんなこと思わなくっても、この話を聞いたら、皆さん今日からはね、自分はこういう素晴らしい体だと、ね、これなら下手なことはできないぞと思ってみてください。よーしやつってこの話を聞いたらね、心の中今日からもりもりしてくるのは嘘だと私はそのぐらい思います。そうしてもらいたくって私はこの話をしたんですがね、絵のことなんかには問題になる。ね、皆さんにはね、絵のことはどうでもいいんですからね。だから人間として素晴らしいということを分かっていただきたいと真から私はそう思った。そうだからそうじゃないとね、絵のことならまあ私はいくらも話はできるんですけど、それ以外のことだとね、私は皆さんの前で話すようなことは私はとてもできません。だからちょっと難しいようなことを言おうと思ってこんなこと言うから偉い人にはこういうことをして言うても平気で聞いていただけると思うから、だからこういうことを言ったんですよね。赤いところ言いますとね、親鸞上人のね、17箇条禁制というのがありましてね、してはならんということが17箇条あるんですね。その中でね、一つ、無知の身を持ちて、うちの人に対して訪問上論すべからずという一項があるんです。私のような、こんな何も知らないこんな人間があな
ちのような素晴らしい人たちの前で、ね、理屈言うたり、偉そうなことを言うなということになる。私こんなこと言ってると、今日は帰っては死んだ庶人が怒られるかもしれませんが、これは仕方ないです。今日は半分の違いでね、私は今日ここで言わなきゃならん、当番になった。申し訳ないけども言ってるんですからね。あまり私を憎まんといてください。そういうことです。やっぱり一生懸命言っているのと汗が出ますな。年が経つもまだこういう人も燃えるっていうことに私はありがたいと思ってるんですよね。ようかつきなんかな、家のことは言わんですか。とにかく人間はどうあってもやらなければならんことがある。それは人間を生んだ絶対無限が目的があって作ったんだから、それに従って誰もやらなきゃならん。こういうことです。だからそれをやってることがね、仕事をやってることを苦しいなんては思わないでください。苦しいと思うならそれは思い違いです。これをやらされている、ありがたいなと、こういう思いになっていただきたいと思います。偉そうなこと言いますな。私そんな偉くはないんですけどね。まあ私もこの年になるまでいろいろなことを考えた。絵描きはね、ある程度哲学的なことを考えなきゃダメなんです。だからそういうことから関係して私も哲学的なことをね、自分で、好きで考えてはいるんです。だから今日の話はそんな素晴らしいものじゃないけども、大体絵を描く時でも私は喜んで描いています。皆さんも仕事をする時に喜んでやってください。それからね、私もっと絶対無限というものはね、大変粋なことをやると思うんです。それはどういうことかと申しますとね、子供を作らせる。仕事をやってるのやるときは、どうやったって仕事をやらならない。ところがね、子供を作るとね、子供はね、これは自分の産んだ子供はね、非常に可愛くなるんです。愛情ができる。それ愛情を持たせるように絶対無限がね、そういう方向に持ってくるんだ。それと子供に可愛くって子供を育てるために一生懸命になって働いてしまう。で、自然はね、絶対無限はね、そういうありなことをやるんですよ。悪人にもう苦しくならんと働いてしまうようにするのには愛情を持たせてやれる。そうすると知らん間にさ働いてしまう。大事なことをやりますよね。感心します、私。だから自然というのはただ冷たい、そういうものだけではないんですよ。絶対無限はね。非常に愛情を持っています。あなたたちの、ね、体のことも全てあなたたちを良くするようにということだけ考えているんです。あなたたちを守り救いなんです。それも皆さん思ってくださいね。さて、大変長いこと変な話をしました。あんまりこんなことばっかり言ってるとちょっとどうかと思われてましたけども、この辺でこの私の話はやめますけれども、これからあとは私の話を聞いた後をあなたたち自身が考えてこれからはやってください。人間ってそんなくだらないものじゃありませんよ。素晴らしいものですよ。そのことをはっきり自覚して、そして喜んで働いてください。